hundred lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place. 色で描く夢と未来、 Just us two. 塗り絵と自己成長ワークで心を整える時間。塗り絵をする時間があなたにとって新しい発見の時間になりますように。今日の動画は一緒に塗り絵やワークをしているような感覚でゆっくりと見ていただけると嬉しいです。実際に喋りながら撮影してみました。ということで早速行ってみましょう。皆さんこんにちは。手帳の時間です。今日は12月14日までキャンペーンを行っているファンタジージャーニーブックカラーリングブックについて少しご紹介したいと思います。ファンタジーファーストキットをご注文いただいた方はドットペンが届くとこのカラーリングブックも一緒についてきます。すぐに始められるのでぜひ今日の動画のように一緒に進めてみてください。私は普段このファンタジードットマーカーを全部この無印の縦でも横でも使えるナイロンメッシュペンケースに入れて使っています。これは横向きでも取れるし、あとはこういう風に開けると縦向きにでも取れるのですごく便利です。クリスマス時期はホワイトペンをよく使うのでこちらを一緒に入れています。今日は使わないけどよく使うホワイトペンはユニボールシグの太字のホワイトペンです。まずファンタジージャーニーブックを開くと目次が出てきます。虹の森の中でどんな冒険が待っているかを確認しましょう。どの道もあなたの心を彩る小さな物語が待っています。好きなページを開いてあなたの冒険を始めましょうという始まりです。好きなところから始められるようになっています。次のページを開くとプロローグ虹の森の入り口とドットマーカーの基本の使い方が出てきます。今日は簡単にこのドットマーカーの基本の使い方を一緒にやってみましょう。今日はファンタジードットブルーというカラーを使いますが皆さんは好きなカラーでやってみてください。まずこちらの太ペン上からポンと押してみましょう。ポンポン。これはもしかすると最初がこの芯のところが硬くなっているかもしれないので何回か押すと馴染んできます。こんな感じです。次太ペンさっと力を抜く。さっと力を抜くときはこんな感じでさっと力を抜いてみましょう。次はスーッと線を引く。これは簡単ですよね。スーッと線を引いてみます。最後は細ペンがありますので細ペンを準備してのびのびと書いてみましょう。この細ペンは勉強とか仕事とかでも本当に使える細ペンなのでたくさん使ってください。はい、こんな感じ。あと下に練習用のスペースが少しあるので先ほど1,2,3,4 4パターンで練習したことを組み合わせて書いてみましょう。例えばこのお花を描いてみますね。ポンと真ん中にドットを押して好きなカラーを持ってきてさっと力を抜く。1、2、
3、4、5。ちょっと付け足してみます。で、春とかに使うと爽やかですよね。上から細ペンでこうなぞってあげてもいいかもしれません。練習なのでのびのびと使ってみます。ドットマーカーは力の加減でドットの大きさを変えられるので、こんな感じで小さくドットを押したり、大きくドットを押したり、ちょっと練習してみましょう。次のページからは物語が始まります。この物語はもうめちゃくちゃ考えて作ったので、ぜひ皆さんに楽しんでほしいです。一つ一つにこの塗り絵とワークがついているので、少しずつ進めながらやってみてください。塗り絵をしていると不思議と心が落ち着いてきます。これは色を選んだり形を塗りつぶすことで視線に集中力と自己調整力が高まるからなんです。実際塗り絵は海外でもアートセラピーとして注目されていて、不安やストレスを軽減する効果があるとされています。例えば2016年に発表された研究では、塗り絵をすることで心拍数が安定し、リラックス効果が得られるという結果が報告されました。塗る作業に没頭するうちに頭の中が整理され、自分だけの時間を取り戻すことができます。こういう風に自由に自分の思った通りに塗るのが楽しむポイントだと思います。正解はないので自由にやってみてください。なんとなく暗い色が続いてるなと思ったら明るめの色をとってポンポンポンとか、この辺はドットマーカーの基本の描き方をいろいろ組み合わせてお花を描くとすごく楽しいです。例えば力を抜く描き方をこんな感じではみ出しても全然大丈夫。かわいいです。細ペンでゆっくりなぞると、なぞっても集中できて落ち着けていいと思います。お花だからといって普通にあるお花の色だけじゃなくて、絵本の世界だと思っていろんなカラーを使ってみましょう。楽しい感じになるように。ここはフリースペースになっていて、文字を書いてもイラストを描いても大丈夫。さっきのイラストの描き方がすごく気に入ったなと思ったら、このフリースペースで色違いとかで練習するのもいいと思います。123 1234で色を変えて、緑だったらこんな感じの雰囲気になって大人っぽくなります。で、黄色とかでもすごく綺麗になりそうですよね。はい、こんな感じ。ここに赤を足してもいいかもしれません。少しずつ自分のイメージ通りにイラストが描けてきます。ここのワークの部分は自分のお気に入りの黒ペンとかを使ってもいいかもしれません。ちょっと描いてみますね。最初のページは今チャレンジしたいことを書いてみましょうという質問なんですが、すぐに思い浮かぶ時と思い浮かばない時がありますよね。もし思い浮かばない時は塗り絵をしながら考えたりとか、ゆっくり進めてみるのがおすすめです。Till my heart gives in, I will do everything I
頭の中で考えている文房具をすべて形にしたい。なぜそう思うのでしょう。難しいですよね。そのプロセスも好きだし、こんなのあったらいいなと思う文房具が形になる時の喜びがあるし、このファンタジーシリーズを作って本当に思いました。形にしてよかったな、みんなに使ってほしいなと思っています。だからこういう塗り絵も特別な時間を過ごすスイッチみたいな感じで、自分の気持ちを切り替えたい時とかに無心になってやるのがすごく楽しいです。この塗り絵のいいところは一気に完成させなくてもいいということです。未完成のままでも可愛くないですか？めちゃくちゃ私は好きで、このままでもいいし、毎日少しずつ手を加えてその日ごとの気持ちが色に反映されていくのも見ていて楽しいかなと思います。忙しい日は、この部分だけとかで、余裕がある日は少し多めに1ページやってみるとか、自分のペースで進められるからこそ無理なく続けられると思います。で、いつの間にか完成していく過程がすごく楽しいと思います。ちなみに私はもうカフェで少しずつやってみて、最後は夢が叶った後のワークもあるんですが、ここを書いていくときにめちゃくちゃワクワクしました。皆さんもぜひやってみてください。この完成した時の達成感とか充実感というのがもう本当に格別なので試してみてほしいです。あとは塗り絵をやっていないものと比べてみるのも楽しいですよね。こちらが塗り絵をしていない部分で、こっちが塗り絵をした部分、どうですか？あとこれは塗り絵なので小さいお友達と一緒に遊ぶタイミングもあるかもしれません。ここのワークは難しいかもしれないけど、こちらの塗り絵部分は自由に書き込みすることができます。子供にとって塗り絵はただの遊びじゃなくて、想像力を育てたりとか、自分の気持ちを色で表現する場所、そういう貴重な時間になると思うので、親子で楽しむのもありですよね。特にこのセットは色がついてるので、どんな風に仕上げようかなというワクワクした気持ちで自然とそういう気持ちを引き出してくれます。親子で一緒に塗り進めながら、子供が自由に描く姿を見て、普段は気づけないその子の世界に触れることも楽しさの一つです。子供だったらね、もうぐちゃぐちゃぐちゃと塗ることもたくさんあると思うんですが、それも楽しいですよ。こんな感じでやってみてください。ということで今回は簡単にファンタジージャーニーブックについてご紹介させていただきました。2025年がもっと素敵な年になるように、ぜひこのファンタジージャーニーブックを活用してみてください。もちろんこのファンタジードットマーカーもすごく可愛いので一緒に使っていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。